どれから買うかっていう優先順位を間違えると非常に厳しいことになる。やっぱ7ヶ月ぐらいは無収入で生きていかないといけないね。はい。この補助金があるから農業やってみようみたいな、これだけは絶対やめた方がいい。ということで、今日は農業で失敗しない〇〇シリーズの、第3回ということで、はい、今日は何のお話を聞かせていただけるんでしょうか。はい、今日は農業で失敗しないお金ということで、はい、はい、もう多分お金って皆さんめっちゃ気になるポイントやと思うんですね。気になりますね。はい、ちょっとそこはね失敗しないように今日はお話しさせていただければなと思います。お願いします。はい。はい、で前回覚えてますか？師匠のお話させてもらったんですけど、まずはこんな人こんな農業したいなっていう憧れの存在みたいなのを、作ってくださいねって、それが一番の近道ですよっていうお話したんですけど、師匠が決まればまず何をするか、徹底的にパクるでしたよね。そうですね。でその徹底的にパクるんだけど、師匠はどんな野菜を育ててるかとかね、どんなやり方をしているか、これを全部パクるともう全然面積とかが、やっぱ師匠はきっと初心者にはできないような面積とかやり方をしてるので、ちょっとミニマムにね、例えば僕の場合だったら師匠は親戚のおじさんやったんやけど、初めおじさんの3分の1ぐらいの野菜を育て始めたと。でおじさんが例えば、1000個何かの種をまくってなったら、僕は300個とかね、これ野菜によって違うんだけど、大体そんなイメージ、イメージですよ。はい。ここまで来たらやっと予算が決まるんですよ。師匠がどんな野菜を育てててどんな風にやりたい、それをパクるんだけども自分に合わせたサイズにすると。そしたら自分に必要なお金がようやくここで決まる。で、例えばよく言われるのが、農業ってどれぐらいお金かかるんですか、とかね、僕農業しようと思うんですけどお金が心配でとか、いやいやちょっと待ってくれと。農業っていう言葉はめっちゃ守備範囲が広くて、例えば工業ってどれぐらいお金かかりますかって聞かれたらいくらって答える？工業です。工業。いや全く想像がつかないですね。想像がつかないというか答えようがないよね。答えがないやん。例えばトヨタ自動車、もう何百兆円という投資をしてね、人件費払って工場は世界中にあってね、マーケットは世界ですよ。じゃあはたまたネジを作っている家族経営の工場とか、これも工業だよね。だから工業するのにいくらお金かかるって言っても答えようがない。それと一緒で、農業ってどれぐらいお金かかりますかって言われても、いやいやいや、それはお米作るか野菜作るか、野菜の中でもどんな風にってね言い始めたらもう全然ピンキリなんで、なので師匠の真似をして自分のサイズに落とし込んだらやっとお金の総額が決まってくると。ここがスタートやね、お金に関しては。はい。で総額が決まってきたら、大体どんな風にお金を使っていかないいけないかっていうのが決まってくる。道具、種とか肥料とか、あと機械とかね、こういったところが大きな支出になるんやけど、ここで大事なポイント、もう絶対大事、優先順位、何から買うかやね。お金ってね、もう人それぞれで、それこそもうたくさんあるよっていう方はね、必要な分全部買えばいいんだけど、普通そうじゃないやんね。なのでどれから買うかっていう優先順位を間違えると非常に厳しいことになる。で、まず、例えば周りを見渡してみてね、他の農家さんこんなことしてる、師匠こんなことしてるって、全部素晴らしい、なんていうかな、システムでやられてるのよ。もう機械もそうだし道具もめっちゃいいやつあるみたいな、全部欲しいのよね。でもちょっと待てよと。自分は今これぐらいの予算しかなくてどうしたらいいんやっていう時に、まず種がないと野菜育てられへんとか、肥料ないと野菜育てられへん、こんなんマストやんねん。でもその
たくさんの面積をするための機械とかめっちゃいいんよ。めっちゃ良くてかっこいいんよ。でもそれに手を出したら絶対ダメ。そこは真似しちゃダメやね。やり方は真似するんだけど、その投資の優先順位は必ず、自分に合った優先順位をつけないといけない。で、ここでのヒントが、師匠とか周りの人に僕こんな農業 しようと思っていると。はい、で、まず聞かなあかんの師匠やね。昔どんなやり方してたんですかって。これがもうめっちゃ大事やね。師匠はさっきも言ったようにいい道具とかいい機械たくさん持ってるから、もう見れば見るほど欲しくなるし、これも必要これも必要これも必要なんだけど、師匠も必ず1年目があったわけよね。そうですね。でそこをまず真似する。実はこんなん最近やよ買ったこの機械最近よって言っても絶対手出したらあかん。僕1年目にこんなクワとこれとこれ揃えて農業を始めたんよ。でも今思えばあれとあれとあれ買っとけばよかったなとかっていう昔のヒントをもらって自分の中で優先順位をつけるっていう。これができたらお金の問題はかなりシンプルにクリアできるんじゃないかなと思うんですよね。なるほど。割とじゃあ1年目の師匠のやり方見ながら、自分もこうしたいなっていう、ある程度の構想ができた上で、じゃあどこにお金を使っていくかを決めていくっていう。そう。なるほど。そうなんです。じゃあもう本当に一番最初、もう師匠のやり方もわからない、今から農業やってみようかなっていう人って、とはいえ最低どれぐらいあったらなんとかやれるのかなみたいな。でそれが難しいよね。最低どれぐらいっていうのが結局どんな農業をするかが決まってないのに、最低どれぐらいなんだろうみたいな。例えば車を買うとかやったら分かりやすいよね。中古車センター行って最低何十万かで買えますよとか分かりやすいんだけど、これじゃあ漫画家になるのに最低いくらかかりますか。例えば漫画家って言っても趣味で描く漫画もあれば、例えば「ワンピースとかね、大きなチームで映画もするし、ってなったらどっちお金かかりますかって言われると、どっちがやりたいんかよね。なるほど。どっちの方向に行きたいかね。それで予算が変わるから、振り返ってみると人脈だし師匠だし、これをすっ飛ばしちゃうとかなり迷走すると。予算の部分でも。なのでこのポイントはすごく押さえてほしいなと思ってるんですね。いやでもすごい今しっくりきて、自分がやりたいことをやるためにちょっとずつお金をかけていくみたいな。いきなりこう大きい機械買うんじゃなくて、そうやな、最初は手でやって、じゃあ機械にしてみよう、効率よくしてみようみたいなところが大事と。まずは効率化するよりは育てられる方が重要なよね。機械とかって結構効率化したりとか自分が楽になるっていうイメージが強いから、育てられないのに機械いらんやんっていう。でもそっちに先行っちゃうと大変な投資になっちゃうよっていうことで、最後ポイントもう一個あって、あと貯金よね。これ何の貯金かというと、機械とかそういう事業に対する投資じゃなくて生きるための貯金。でこれもお金を語る上で絶対外せないんだけど、野菜って種まいてから明日できひんやん。だいたいどれぐらいかかると思う？いや1ヶ月とか。そうやね。めっちゃ早い野菜やったら1ヶ月ぐらいでできるのよね。で時間がかかる野菜とか1年ぐらいかかるよね。でどの農業を選ぶかによってこんなに差がある。俺は玉ねぎ育てるぞって言っても玉ねぎってだいたい6ヶ月ぐらいかかる。じゃあもう農業始めた初日に種まいても6ヶ月後にしか玉ねぎができない。それ売ります。入金されるのさらに1ヶ月後とかになってきたら、やっぱ7ヶ月ぐらいは無収入で生きていかないといけないね。なのでこの生活費、必ず半年分ぐらいはね、余裕持って貯金して、それがないとやっぱ精神的にもすごい厳しい状態になるんで、農業をしていく上でちょっとメンタルがやられると、本当に野菜ってその育てる方のメンタルを受けちゃうんでね、
やっぱりニコニコしながら農業するにはそれぐらいやっぱり余裕がないと無理かなと思います。であともうオプションとしてお金の部分でねよく補助金って聞くよね。補助金国とか県とかそれこそ市町村でも補助金っていうのがあって、まあ、農業関連でも調べればたくさんネットで出てきます。でただ注意しないあかんのはこの補助金があるから農業やってみようみたいな、こういう順番ね。補助金あるんやったら俺もやってみようみたいな、これだけは絶対やめた方がいい。もう補助金なくても俺は農業するんだ、そんなもんいらないぜっていう覚悟でできるんやったらやった方が、農業を始める方がいいかなと思います。なのであくまでも補助金なんていうのはオプションと考えて、なんかちょっと自分に当てはまったはいらんけど当てはまったからまあ一応もらっとこうかぐらいの感覚がないと、なかなか農業っていうのは理不尽なこともたくさん起こるし覚悟がないとできない部分なので、なのでその辺はあんまり当てにしないようにしていただければいいんじゃないかなと思ってます。はい、わかりました。はい。じゃあちょっと最後に今日の総まとめをお願いします。はい。お金の話をさせてもらったんですけど、結局はねお金は必ず必要なんだけど、農業するって本当にたくさん地域の人とかそれこそ家族とかにも支えてもらわないと農業ってなかなかできないんでね、まずそうやって応援してもらうには結局自分の覚悟、これが必要になってくるかなと思いますんで、是非それを胸に農業の世界へ飛び込んでください。はい、ありがとうございます。今日も勉強させていただいてめちゃめちゃためになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。